あらゆる苦しみや束縛から解放されましょう。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。今日はあらゆる苦しみや束縛から解放されるという話です。そんなバカな、そんな話があるはずがないというあなた。そうですね。おっしゃることはよくわかります。例えば私の例で言えば、昔働いていた職場でみんな上司に怒られてピリピリしたりして、そういう雰囲気の良くないところで毎日過ごしてた頃は大変でしたね。自分の意見を言っても否定されるし、自分が間違っているような感じがあって苦しかったですね。あんなやつ将来ハゲればいいと思ってたら自分がハゲてきました。それはともかく日頃からいろいろと苦しみっていうのはありますよね。迷ったり、何かが十分でなかったり、人間関係とかいろいろなことがあります。あれしちゃいけない、これはダメとか言われて自分らしさがなくなったり、自由に生きられないような状況もありますよね。こういうことから解放されたいというのはあなたも思いますか？さて、解放されるために何か良い方法を考えましょう。例えば問題となっているものに対して解決方法を考えて、その解決策を実行したり、何か自分を束縛しているものの原因を突き止めて対処したりすることもいいかもしれません。それでも一つの問題を解決すると、また次の問題がやってきたりして、そういうことが続くとなんだか疲れてきて、もうどうでもいいという気持ちになってしまったり、新しいことを何かやってみようというチャレンジ精神さえなくなってしまいます。そんなわけで解決に向けて話を続けます。今回結論から言うと、あらゆる苦しみや束縛から完全に解放されます。いわゆるゴールです。ただそれがすぐゴールに到達するかどうかには若干個人差があります。そのゴールに向かっていくわけですが、結論としては超越瞑想によって楽に無理なく到達できます。はい、今日の動画は以上です。と言いたいところですが、さらに詳しく話をします。ゴールの説明の前に、一般的な苦しみや束縛から完全に解放される解決策としては、例えば自分の中で大事にしている言葉を思い出してみたり、時には病院に行ってカウンセリングを受けたりするかもしれません。また人を鼓舞するとか、心を落ち着けるような言葉に励まされることもあると思います。例えば、下を向いていると虹が見えません。逆に影が見られます。とか、ずっと雨の日はない。いつかは晴れる。いつかは晴れる。ちょっとしつこいかな。人の言葉によって勇気づけられて行動することは私にもあります。そういう中でも特に素晴らしい言葉は記憶に残りますし、座右の銘になったりもします。今の状況を変えるにはとても良いと思います。他には友人などを頼って励ましてもらったり、解決してもらうこともありますね。あるいは法律的に問題がある場合にはそれなりの対処も可能です。それでも理想としては自分で解決する方が手間がかからなくていいので、そういう状態で生きていきたいですよね。ここで紹介したいのがカルマヨーガと言われるものです。このバガバッドギーターの本の初めにのところで少し触れられていて、第3章では行動のヨーガというところで詳しい話があります。カルマヨーガというのはまさにあらゆる苦しみや束縛から解放されるということに関わっています。簡単に言うと、心の内側、奥深くにある意識状態、その状態で行動することで実現できるという話です。そしてその状態が定着するには
人によってスピードが異なります。しかし必ず誰もがそうなります。カルマヨーガは普通の生活を続けながら悟りを開くことです。それに対して出家して山にこもっていろいろなことを考えながら悟りを開く道はサーンキヤと呼ばれています。簡単に言うと、普通に生活を続けながら悟りを開くことと、出家して静かに悟りを開くことの2通りがあるんですね。それがあらゆる苦しみや束縛から解放された状態です。だいぶざっくりとした話ですけど、これについてはこのバガバッドギーターの第2章施設51あたりが参考になるかもしれません。どのように書かれているかというと、行動の領域から離れてそれにとらわれることのない状態ということです。それは悟りの状態とも言えるのですが、行動の領域から離れるというのは、そうか、行動の領域から離れればいいんだなと頭で考えて、そういう行動をしようとしてもうまくいきません。まずは超越瞑想を行います。自分の内側にある幸せに触れることができます。これは至福意識とも言われますが、そこで幸せを感じます。そしてそこから出てきます。現実社会に戻ります。そうするとまた普段の生活です。そしてまた瞑想します。毎日瞑想して戻ってきてを繰り返します。すると瞑想していない時でも心の中に幸せを感じます。その時には自分の外側に幸せを求めなくなります。そうですよね。自分の内側に幸せがあるわけですから。その状態というのが行動の領域から離れるということです。確かに行動はしているんですが、心はそこに深く関わりません。自分の内側の幸せに根付いています。根付いているという言葉がいいのかどうかが分かりませんが、そんな感じです。先ほどの言葉、行動の領域から離れて、それにとらわれることのない状態というのは、これでお分かりいただけると思います。心を超越に導きます。心の中の表面のレベルからより内側へと入っていきます。その時、心はだんだんと大きな喜びを感じるようになります。それは心が絶対の至福へと向かって進んでいるからです。そしてそこから出てくると日常生活に戻るのですが、その時に超越した時の意識状態が維持できるようになります。超越瞑想を行って心の深い部分に行って出てくる。これを繰り返します。人によって心に幸せが定着する時間は違いますが、誰でも例外なく少しずつでも定着していきます。本当かな？大丈夫かな？って思うかもしれません。でも大丈夫です。なぜならこれはインドのヒマラヤで5000年以上前から伝えられてきた瞑想法で、その効果はたくさんの人たちによって確かめられてきたからです。瞑想って心と体にいいらしいと思って実践する人も増えてきました。それなので、その場合にはぜひ信じられないほど古くから伝わっている効果のある超越瞑想を実践していただきたいと思います。そしてそれがあらゆる苦しみや束縛から解放されるということにつながります。まとめです。あらゆる苦しみや束縛から解放されるには、悟りの状態になることがポイントです。悟りの状態は行動の束縛から離れています。それがゴールです。超越瞑想はそのための手段です。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またチャンネル登録やいいねも
よろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。